お断りです。この動画に対立煽りの意図は一切ございません。また、各作品が好きな方を貶める意図も一切ございません。この点をご理解の上、動画をお楽しみください。この時期、どれを始めればいいのか。おはいえなし。この動画は、ホヨバース作品である崩壊スターレイル、全レスゾーン0、それと黒ゲームズの名調のうち、この時期どれを始めればいいのか、実際に累計150時間以上プレイした私が考える動画です。動画の構成としては、3作品の概要を30秒だけお話しした後、総評各論、この順で参ります。賛成、ツッコミ大歓迎、どしどしコメントください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。一部のやつあるいは全部知らんって人もいると思うので、まずは各作品を30秒だけご紹介します。トップバッターは崩壊スターレイル。ミホヨ社がホヨバースブランドを掲げ展開するいわゆるホヨバゲーの一つで、2023年4月にリリース。超乱暴なあらすじとしては、プレイヤーは開拓者となって銀河をかける列車請求列車に乗り、行く先々の星で起こる問題を解決していくというもので、宇宙を舞台とした冒険活劇、いわゆるスペースオペラものの作品です。この動画投稿時点で4つの星を渡り歩いており、次の星は日本モチーフと思いきやなんか色々あって出せなくなった模様で、今運営は死ぬほどハードワークして新たな訪問地を実装しているようです。戦闘は古き良きターン制コマンドバトル。セールスとしては同社の最強ソシャゲ原神に続き、大体どこでも2位を誇っている超派遣ソシャゲの一つと言えるかと思います。スタレ以上。続いて全レスゾーン0。全ゼロもホヨバゲーの一つで、2024年7月にリリース。舞台は現代文明がホローという超自然災害により壊滅した世界、いわゆるポストアポカリプスもの。最後の文明都市である新エリートに住む兄弟アキラとリンが主人公で、表向きビデオ屋を営みつつ、裏ではプロ棋士と呼ばれるホローに入る人を遠隔サポートする仕事をしつつ、11年前に発生したキュート陥落という事故に関するある情報を集めているというあらすじです。世界観とはこれまでのホヨバゲーとは異なるストリート系の都市ファンタジーな世界観で、他のゲームではあまり見ないアジンや人外キャラもプレイヤブルキャラとして実装されているのも特徴の一つ。現状現代都市モチーフの新エリートを舞台としたシーズン1が終わり、中華風のエリア英比地区を舞台とするシーズン2が走行中。バトルシステムはアクション RPG です。セールスとしては原神スタレに続き3位になったりならなかったりぐらい。全ゼロ以上。最後に名調は黒ゲームズが提供するゲームで、リリース日は2024年5月。あらすじとしては、とある女神に使わされ謎の惑星ソラリスに流れ着いた記憶喪失の主人公漂白者が、謎の侵食現象黒潮や生命体残像と戦いながら、失われた記憶と世界の真実を探求する物語です。ポストアポカリプス風の世界観やアクション性が高いバトルシステムも相まって、何かと全ゼロと比較されがち。現状中華風のエリア昆州を舞台とした第1章と、イタリアやローマをモチーフとしたエリアリナシータを舞台とした第2章が終わり、スペースもの×学園ものを予感させるラハイロイという舞台で第3章が始まろうとしています。セールスとしては先に挙げたホヨバゲーには及ばずも、危機感を煽らせるだけの存在感を放っており、後続リリースされるソシャゲに対しても越えなければいけない壁としてホヨバゲーと並び名前が挙がる気鋭の作品です。名調以上。3作品の概要をご紹介しました。概要を紹介しきったところで本題。どのゲームを始めれば、あるいはどのゲームをやってればいいのか、先に結論からお伝えします。正解はどれでも OK！これは断言できます。私はこれまで据え置きゲーを300本以上プレイしてますが、今回ご紹介した3本のソシャゲはそれら据え置きゲーに勝るとも劣らない。ていうかその辺の据え置きゲーには勝るゲーム体験を提供してくれます。前の動画で喋った通り、私も昔はソシャゲ大嫌い人間だったので、ここはぜひ信用してほしい。過去作と比較した時はそういう評価で、未来に出てくるあるいは出てきたばかりのソシャゲや MMORPG、名前挙げちゃいますが、逆水館、ブルプロスターレゾナンス、私有で NTE、無限大アナンタ、アズールプロミリア、アークナイツエンドフィールド、いろいろやってきましたけど、それらと比べるとどうかというと、現時点で次のビッグウェーブ来たなと思えるほどの劇的な地殻変動というか、そういったものは感じていません。何が言いたいかというと、こいつらリリースしてから1年半以上経ってますけど、だからといって今更始めるぐらいだったらキンキンリリースされるゲームが優先かなって思う必要全くないです。過去と照らしても未来に照らしても、こいつらは上積み中の上積みなので、常に今始め時、どれかやってれば勝ち以上。これが動画で言いたかった7割なんですが、さすがにこれだけだと結論が置きに行き過ぎなので、もう一歩具体的に意見したく、じゃあどういう人ならどのゲームがおすすめなのか、評価軸を分解して考えたいと思います。私としてもどの要素ならどのゲームが好きなのか、できるだけ踏み込んで発言します。聞いてもらうとわかるんですけど、これらのゲームほんと綺麗に住み分けしてるので、今回の意見を踏まえ自分の金銭が合いそうな作品を見つけてぜひ始めてみてください。評価軸ですが、やってて楽しいか、続けられるか、盛り上がっているか、過度に金はかからないか、これらにぶら下げて項目出ししました。で、今から各論に入るんですけど、まず言いたいことがあって、さっき各作品を30秒ほどご紹介しましたが、そこで一番ご自身がおってなったもの、その直感を信じて OK です。例えばスタレ、スペースオペラものだけあって話は一番壮大そうですよね。キャラデザ的にも比較的なんというかエロ売りがなさそう。全ゼロはヌルヌル動くな、なんかキャラデザがスケベだな、対して名調はタッチに透明感があるな、グラ綺麗だな、王道の美男美女揃いだな、これら全部合ってます。いい意味で裏切りがないんですよね。なのでその第一印象に従えば多分 OK よという声かけをした上で、後続の各論お聞きください。では本丸のやって楽しいかから。まずはストーリー、それぞれに特色があって、まずスタレは圧
倒的に重厚長大です。稼働期間が他2作より長いことを差し引いてもメインシナリオが非常に長く、スキップこそしないまでもメインシナリオだけを爆走する私ですら60時間かかりました。100時間以上かかった報告もザラに聞きます。時間がかかるだけではなく、話も後半になるにつれかなり難解。ソシャゲをやるというよりアリシヒのビジュアルノベルゲーをプレイするような気持ちで臨んだ方がいい感じ。人によっては場面によってはついていけず、ライターの自己満だろって切れたくなることもあるかもしれませんが、世界設定の作り込みについては半端なく、伏線の仕込み方も丁寧なので、その世界にどっぷり浸かるのが好き。あの時のあの発言、表情、デザイン、もしかしてこういう意味あるんちゃうなんていう考察が好きな方は絶対に楽しめる世界観シナリオだと思います。一方でゼンゼロについては同社内でカニバらないようにするためか、打って変わって超わかりやすい。シナリオの展開、言葉選びともに素直で、ローカライズの質がいいのもあってポンポン読めます。さらに9割以上シリアスにことが運ぶスタリア名調と違い、ゼンゼロはポストアポカリプスな世界とは言いつつも、シーズン1はかなり明るめ、アメコミ読む感じで気軽に楽しめますが、シーズン2については中華風エリア、シリアス寄りといった従来のゼンゼロの雰囲気とのアンマッチ感、それとシナリオのワンパターン感が目立ち、直近はシナリオがやや低評価、運営も問題認識している旨発信あり、巻き返しに期待という感じです。そして名調ですが、乱暴に言うとゼンゼロと逆で、中華風の第1章については難解すぎてシナリオの評判が悪かったものの、ある程度開き直ってキャラにフォーカスしだした第2章については評判が良くなっています。また特にスタリアゼンゼロと比較し、名調によくある批判として、名調は主人公とピックアップキャラが1対1で会話するのを章ごとに繰り返すだけで、過去キャラが全然登場しないというワンパターン感、ぶつ切り感、現実も集め感が第2章においても目立ってたんですが、ここについても直近は改善傾向で、黒毛の得意領域×大衆受けの題材である第3章にも期待が高まっているという状況です。というわけで、重厚長大、難解だがハマる人は激ハマるスタレ、明るくて分かりやすい、ただし直近はややブレーキ気味のゼンゼロ、基本的にシリアスでしばらく難解ワンパターン気味であったが、直近はいい塩梅見つけつつある名調。シナリオについてはこんな感じです。ちなみに私はシナリオだけで言えばスタレが一番好きで、続いて名調、ゼンゼロです。名調の2章終盤は好きだけどそれ以外は微妙で、ゼンゼロはシーズン1好きだけど2は微妙なので、どっこいどっこいですね。ストーリーは以上。続いてキャラクター。スタレはそもそも物量が多いのも相まって、ピックアップキャラがシナリオで活躍する時の描写も丁寧かつ、ピックアップされる前後も普通にキャラが登場するので活躍機会が多く、結果として各キャラにとても愛着が持てます。また各キャラが何らかの陣営についていて、各陣営が大体極端な思想を持ってるので、そこもキャラ立ちさせる一助になってる印象。あと主人公とキャラではなく、キャラ同士を絡ませる描写がシナリオ中多く、それに引っ張られてかキャラ単品の二次創作ではなく、キャラ同士を絡ませる二次創作が多い。それだけキャラに魅力があるってことでしょう。鶏卵の話かもしれませんが、3作品の中では女性ファンの割合が多いのもその傾向に拍車をかけてる印象です。ゼンゼロもスタレと似ていて、シナリオのエネルギーはスタレほどではないものの、ピックアップ前後もたびたびキャラが活躍する点や何らかの陣営に所属している点はスタレと同じで、結果としてこちらも魅力的なキャラばっかです。スタレとの相違点を挙げると、人外キャラが多い点、フェティッシュな点、男性キャラの実装がやや少ない点でしょうか。アンアンの表紙を飾ったこのキャラなんかは、私ですらエロさを覚えるスケベ狼紳士でした。名調もフェティッシュな点は同じですが、ゼンゼロよりも正統派の美男美女が多め。いや、正統派の美女かな。ゼンゼロよりもさらに男性キャラが少ないので、10分ちょっとで全キャラ眺める動画を出しているので、ぜひご視聴ください。まとめると、描写も登場頻度も圧倒的に手厚いスタレ、人外フェチ要素が目立つ個性特化型のゼンゼロ、正統派の美女が揃う王道ビジュアルな名調。キャラクターはこんな感じです。個人的な好みで言うとかなり悩ましい。推しは名調のこのドスケベクラゲお姉さんなんですけど、その色眼鏡を捨てると名調はまだまだキャラ感の絡みや登場機会に恵まれないからな。キャラクター軸だけで言えばスタレやゼンゼロが一歩リードって感じです。ゼンゼロは名調に並ぶぐらいエロも強く、ジェーンやイドッチはホヨバが生み落とした国宝だと思ってるんですが、さっき挙げたような男キャラも味わい深くて、シナリオプレイする中で好きになったキャラが一番多かったのもゼンゼロです。あとマスコットの中ではボンプが一番可愛いんな。スタレは全年齢オールギャグ本とか一生見てたくなる魅力がありますね。どこの座席座りたいネタとか好きです。エロ脳と非エロ脳が両方満たされるので住み分けできてるってことやな。続いてはグラフィック。ここについてはスタレはあんま言うことはなくて、ゼンゼロと名調の独壇場と言えるでしょう。ゼンゼロについては個人的にカートゥーン風のグラフィックもいいんですが、それ以上にモーションのピクサー作品感が随一。ムービーとして見てもこれだけでソシャゲとしては唯一無二だと思ってるんですが、そのモーションがそのままアクション RPG としても振る舞うから、この点は本当にすごい。シーズン1のムービーは明るく動きも多くて、見てるだけでもいいもん摂取してる感がありますね。カートゥーン風のゼンゼロに対し、名調もリアルより写実寄りのベクトルで頂点レベルのグラを誇ります。
。レイトレーシング実装のために保守性を顧みずゲームエンジンを独自改造する変態っぷり、初期から結構ハイレベルでしたが、昨今ムービーにますます磨きがかかってるのと、あと名調がすごいのは普通のカットシーンでも何カメ使ってんだよっていうぐらいカメラワークコロコロ変わるし、キャラクターの感情表現も豊かです。ゼンゼロも名調もどっちも最高級品だから好きな方摂取しろって感じなんですが、通常のカットシーンすら手を抜かないっていう意味でグラだけ見れば私はギリギリ名調寄りかな。ファイナルファンタジーみたいなのが好きっていう私の思考も含まれてますけどね。体験パートのラストバトルスタレについては冒頭お話しした通り実直な単性コマンド選択 RPG で、キャラクターの特性を理解してシナジーを重ねていく事前準備のウェイトが大きい。戦闘中のプレイスキルがゼンゼロや名調ほど必要でない点に物足りなさを感じる人もいれば、一方で与えられたバトルコンテンツや所持キャラの特性を踏まえたパズル的な部分に惹かれる人はハマるはず。反射神経がいらない分ゲームが苦手な人にとってとっつきやすいのもスタレでしょう。一方ゼンゼロや名調は一般的なアクションもの、1パーティー3人をローテさせつつ火力を出す流れやら、通常攻撃スキル攻撃必殺技みたいなオーソドックスなコマンドラインナップ、あとはジャスト回避やパリーといったプレイスキルが問われる要素まで同じなので、何かと同一視されがちな2作品です。難易度的には高難易度に触れない分にはゼンゼロの方がややライトで名調の方がムズめ。ただゼンゼロの方が単純かというとそういうわけでもなくて、名調の方がボタンを押した時の出なり全体的なキャラの手触り感が似ている一方で、ゼンゼロは各キャラの挙動がバラエティ豊かなので、逆に言うとパリーなりもキャラごとに習熟する必要性が高い印象なので、一見ゼンゼロの方がとっつきやすいし実際そうなんだろうけど、でもゼンゼロはゼンゼロの難しさがある感じ。それとバトル中の時間の流れにも特徴差あって、ゼンゼロは着弾時のヒットストップが強かったりキャラチェンジする時に時間の流れが遅くなるのでちょっと感覚的な表現になるんですが、ゼンゼロの方が手応えあるバトルを体験できて、名調の方が流れるようなバトルを体験できます。アクションバトルシステムとしての独自性はゼンゼロも名調も別にあるとは思わないんですが、とにかくグラフィック、サウンド、キャラモーション、あとは操作性といったバトルを構成する要素の品質がとにかく高いので、結局両方とも面白いです。個人的にはコーツつけがたいんですけど、ゼンゼロも名調もおもろいんだが、キャラの操作感がバラッバラで楽しいという意味でゼンゼロがわずかに好きかも。でも流れるバトルが好きなんでその点は名調なんですけどね。それにボドゲとかカードゲームも大好きな私はじっくり考えるスタレのコマンドバトルも安心感を覚えますし、要は好きなもんやれ、やって楽しいかの評価終わり。続いて続けたくなるか。まずは更新頻度。いくら面白ゲームでも更新頻度が年1とかだと熱も冷めますよね。ご安心ください。全作品6週間に1回です。希少すぎ。本当にありがとう。続いて周回負担。いくら面白ゲーでもデイリーに多くの時間を奪うようだと継続意欲をそがれるものです。いずれもキャラを成長させるための素材集めでスタミナ性を採用しており、どのゲームもスタミナはおおむね24時間おきに消費するのが最高効率です。で、24時間消費せずともスタミナが蓄積し続ける点も各ゲーム共通で、ただしその場合スタミナの蓄積スピードが減るのも各ゲーム共通。つまりどのゲームもデイリーでスタミナ消費するのがベストだけど、数日まとめてやるのも許容はするよって感じで、細かい仕様はこんな感じ。放置しようと思えば1ヶ月放置してもスタミナが無駄にはならない。なんか許された気持ちになるホヨバーはでかいかも。さらにスタレとゼンゼロで比較した時、スタレはデイリー周回がオートかという最強すぎる特性を持っています。というわけで私はスタレ自体は数日に1回やってるんですけど、デイリーはおおむね月1でガッとやってますし、そのガッとやるのもオートで裏で YouTube 見てます。そんなわけでこの評価軸においてはスタレが最強と言えるでしょうが、ゼンゼロや名調も 2,3 分でデイリー終わるので特段負担感はなく、周回負担についてはいずれも軽いと言えると思います。そうじゃないともう支持されないんでしょうね。続けたくなるかの評価は以上。続いて盛り上がってるか。自分さえゲームが面白いと思ってれば別に周りが盛り上がってるとかどうでもいいじゃん。それはゲーム選ぶ評価軸になりうるんかって思うかもしれませんが、セールスが好調でないと今後もサービスが持続するのか、さらなるクオリティアップが期待できるのかが不透明ですし、別に面白いと思える機会ってゲームプレイそのものだけじゃなくて、例えばプレイヤー同士で X で考察し合う時間とか、ピクシブでイラスト見る時間とか、動物園とのコラボイベントでカピバラ見る時間、そういったところからも面白さを得られるはずです。だから自分だけではなく全体として盛り上がっているかもゲーム選定において重要なファクターだと思います。まずセールスについては冒頭の作品紹介で言った通りです。このレベル帯の作品なら懸念ないっしょ。続いてコミュニティの盛況について、どの作品も本当に熱量が高い。まず公式発のイベントで例示すると、スタレならコンサートイベント YouTube で無料配信、ゼンゼロなら同じく音楽イベント、こちらはこちらでらしさ光るテイスト、名調だと京阪電車とかとのスタンプラ
ラリーイベント、そして3社とも自社 IP での専用フェス開催、東京ゲームショウなんて眼中になし、それと公式からコンテンツを提供するだけでなく、ファン側のコンテンツ制作意欲をインセンティブ使って刺激するのも巧みで、ホヨバであればホヨクリエイターズ、名称であればプロジェクトウェーブというコンテンツクリエイター向けのサポートシステムが運営されており、そこでダイレクトに金やらゲームの先行体験やら SNS の公式アカウントによる表彰やら、そういった報酬でクリエイターをつっつきつつ、各社ともそういったイベントでパフォームしたクリエイターをまた次のイベントに招待する動きがあるので、ちょっと乾燥した言い方になりますが、リサーチのコストをかけずに優秀なクリエイターを選別再生産させる合理的な機能も果たしていると思います。この動画の視聴者の多くはゲームや付帯する二次創作を楽しむ側の方だと思うので、あんま関係なさそうな話しちゃいましたけど、でもこれはこれで大事だと思っていて、そういう公式の組織的な取り組みがあるからこそファン発信のコンテンツも増え、摂取できるものも増えるっていう意味では皆さんにもご紹介したかったので紹介しました。あと余談だけど、私みたいな動画投稿者にとってはやっぱり6週に1回っていう激書リリース頻度が本当にクリティカルなんですよね。ファンが勝手に盛り上がるのも限度あるからね。というわけでここは3ゲームとも全部良いっていう判断です。最後に経済価値、どんなに面白く、どんなに先行き明るく、どんなにコミュニティが盛り上がっていても、毎月運万単位で金が飛んでいくならそのゲーム手出しにくいですよね。これについては名調だけ動画出してて無課金余裕、なんなら高難易度までいけちゃいますって話をしました。で、名調は先行者のホヨバに対抗すべくキャラや武器を引くための課金額の期待値を抑えているのもあり、スタリア全ゼロについては名調と比べるとやや課金圧の強さを感じることがあるかもしれません。そこの差についてはおそらく誰も異論はないと思いますが、一つだけ強調したいことがあって、それは名調スタレ全ゼロの課金圧が丸三角三角なのではなく、花丸30丸30丸であるということ。無課金で最高難易度までいけちゃう名調が花丸なのは確定として、スタレや全ゼロは完全無課金でもメインシナリオは苦もなく走れるし、高難易度コンテンツだってこの手のゲーム全部そうですけど、階段上にレベルが設定されているので、自陣がどういう成長状態だったとしてもどこかしらのレベルで引っかかって歯応えある難易度楽しめるんですよね。しかも高難易度ってガチャ石みたいな経済的な報酬が設定されない、あるいはされても極端に少ないことが多いので、やらなかったとて強い人より損している感もなしというわけで、常に高難易度コンテンツの最高難易度についていけるようにしたいっていうモチベーションがあると、インフレが激しめのスタレなんかは超高難易度コンテンツが最近実装されたのもあって課金圧を感じるかもしれませんが、私みたくシナリオが終えればよし、真似をくっそおもろ、配布とか出入り集会とかその辺が温まってきたら高難易度もやってみっかな、急がんけどぐらいのモチベで向き合った時に、この3作品で課金圧を感じるものは一切ありませんでした。個人的に課金圧っていう意味だと、メニュー画面に来た時に次元性のタイムセールがプッシュ通知されるニケとかの方がよっぽど課金圧感じるんですけどね。もちろんニケも配布量えぐいのは身をもって体感してるので知ってるんですけど、でも常にメニュー上静かに跳躍変調集音という言葉が佇んでるだけのゲームをプレイすると、この課金圧の低さ心地いいわって感じます。そんなところですね。表にしたことでこの動画で言いたかったことがより具体的になったと思っていて、要するにここ体験価値、ここが合うかどうかで決めりゃよし。実際にやってみた私が断言しますが、この3作品の中で完全上位互換はないし、品質が低い負け組もないです。そして付帯する要素、未来ありそうか、盛り上がってるか、財布は傷まないかという要素についても、これら3作品なら全て高水準なので、安心してここの情報を踏まえてビビッときたものを選んで、この時期どれか始めようっていうのが結論でした。それぞれ気になったゲームがある方、スタレ全ゼロ名調私の感想動画あります。スタレ名調スタートアップ動画あります。こっちの動画もご視聴ください。あくまでこれは私の意見なので、皆さんは皆さんでどれがおすすめか、どの評価軸においてはどこの評価がどうか、ぜひコメントください。今後もホヨバ名調その他面白ゲームを追いかけていきますので、面白かったらチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。